こんにちは。とある料理屋料理長のピエールです。本日は刺身が抜群にうまいヒラメをさばいていきたいと思います。このチャンネルは普段お客様には見せない厨房の仕込み風景を放送しています。よかったらチャンネル登録をお願いします。さあではやっていきましょう。本日はヒラメです。ヒラメは1年を通してよく取れる魚なのでご存知の方多いのではないでしょうか。その中でもね、最もうまいと言われている時期が冬になります。冬の寒い時期に旬を迎えるので寒ビラメなんて言われますよね。ちなみに同じように冬に旬を迎えるタラやブリなんかもカンダラ、カンブリと呼ばれます。ヒラメはよくカレイと間違えられるんですよね。確かにね、見た目はちょっと似てるんですよ。ただね、よーく見るとちょいちょい違うところがあるんですよ。皆さんこういうの聞いたことありません？左ヒラメに右カレイって言葉を。目を上にした状態で上から見下ろした時に左を向いてるのがヒラメ、そして右を向いてるのがカレイ。これが一般的にも有名な見分け方の一つです。他にも違いがありまして、ヒラメとカレイ、そもそも食べるものが違うそうで、ヒラメはですね、硬い甲殻類を食べたりするので口が大きくて、そして鋭い歯を持っているそうです。カレイはその反対ですね。口が小さくて歯が弱いそうです。うちの店でマガレイっていうカレイを出してるんですけども、これがね、通称口細ガレイ。見かけによらず可愛い口してるんですよ。はい、さばく前の下準備ができました。それでは恒例のさあさばいていきましょう。今日はね、カレイなので3枚おろしではなく5枚おろしに挑戦したいと思います。いや、あんた料理長なんだから挑戦じゃなくてこんなの簡単にできるでしょうよって声が上がりそうですけれどもね。いやー、5枚おろし久しぶりなんですよ。なのでね、勉強を兼ねて再確認ということでね、もう一度やっていきたいと思います。お見苦しい点があったらご愛嬌ということでお願いします。でね、このヒラメのさばく時のコツというか、もう僕何度も失敗してるのでここだけは気をつけてるんですけども、とにかくね、骨に沿ってゆっくり丁寧に開いていく、もうこれにつきます。ここをね、ちょっと急いだり調子乗ってね、スパンスパンいくとね、骨に身がバリバリついちゃうんですよ。なのでね、ここはちょっとかっこ悪いかもしれないんですけれども、丁寧に骨に沿ってですね、綺麗にやっていけばそんなに失敗はしませんと思います。いつも魚屋からもらうサイズはだいたい1キロから2キロぐらいなんですけれども、今回はね、写真用でいいサイズをくださいって伝えてたんですよ。そしたらね、今回なんと4キロから5キロぐらいのサイズもらっちゃいましてね。さすがのサイズなので、いつもより肉厚でとってもさばきがいがありますね。ただね、驚くなかれ、世の中には上には上があるらしくてですね、なんでも座布団ヒラメっていう70センチを超える超大型のヒラメがいるそうなんですよ。僕はね、残念ながら出会ったこともなければ、当然さばいたこともないんですけれども、めちゃくちゃでかいらしいんですよね。でかくて肉厚でさばきがいがあるというか、さばくのも大変なんじゃないかなってぐらいのサイズらしいですけどね。座布団ヒラメ釣ったことある方や、もしくはさばいたことある方、もしいましたらどんなもんだったのかコメントいただけると嬉しいです。はい、そんなヒラメですけれども、今回はね、主に刺身として使いました。刺身で使ったのと、あとはですね、お通してカルパッチョのようなものにして使いましたね。というのはですね、ヒラメの焼き物とか揚げ物、もちろん美味しいんですけれども、ヒラメはですね、生食、これがね、断然うまいんですよ。さっきのヒラメとカレイの違いについての話に戻るんですけれども、食べ物が違うって話したじゃないですか。ヒラメは主に甲殻類、あとですね、小魚を食べる。
逆にカレイはですね、砂の中の磯目を食べたりとかするらしいんですよ。この食べ物が違うっていうのがミソなんですよね。何が言いたいかっていうと、食べ物が違うイコール性格が違うんですよ。甲殻類などを狙うヒラメは動きが活発なので身が引き締まっている。反対に砂の中の磯目を食べるカレイはどちらかというと穏やかな性格なので、身が引き締まっているというよりはどちらかというと脂でしっとりしているという体質ですね。要するにヒラメは運動が大好きで筋肉質。反対にカレイは運動嫌いなわがままボディくんみたいなイメージでしょうか。ここまで話すとまるでカレイにいいところがないんじゃないかっていう話になるんですけども、そんなことはなくてですね、カレイはカレイで向いてる料理ももちろんあります。っていうのはね、厳密に言うと刺身で食べられるカレイももちろんあるそうなんですけれども、一般的にはですね、ヒラメよりやはり運動量がない分ふにゃふにゃした食感なのであまり好まれないそうなんですよ。そんなカレイは、煮物だとか揚げ物、こういったものに向いていると言われています。実際ね、うちの店も焼き物も出しますし、煮物、揚げ物も人気があります。いつの間にかヒラメじゃなくてカレイの話になってましたね。すいません、話がそれちゃいました。わがままボディくんのお話はここまでにしておきます。はい、折り返し地点もだいぶ過ぎましたね。最後、ヒラメの薄作りを作りたいと思います。薄作り、いわゆるそぎ作りと言われる切り方をさらに薄く切る方法ですね。主に弾力のある白身、ヒラメやタイなどに適した切り方ですね。向かって左の方からそぐように切っていくので、そぎ作り、そぎ切りなどと言われていますね。昔勤めてた店でですね、あるお客様がこんなこと言ったんですよ。刺身は魚を切って盛り付けるだけだからすぐできるだろうって。当時僕まだ見習いだったんですけども、先輩がね、花板、いわゆる刺し場っていうポジションにいて刺身を担当してたんですよね。この時ね、先輩やっぱ職人肌だったもので、これお客様に言われた時はほんとカチンときてね、お客様に対して怒ったとか揉めたとかそういうのはないんですよ。ないんですけれども、長年やってた職人さんからしてみれば、刺身っていうのはね、その魚を切って盛り付けるだけっていう発想ならないんですよ。当たり前ですけれども。僕も今ね、だいたい15年ぐらい、20年いってないぐらいでしょうかのキャリアなんですけれども、それでも刺身の難しさっていうのはわかるわけですよ。だね、この一般の方と料理人の方との刺身に対するギャップっていうのはあるかもしれないですね。僕の目安としては刺身盛り合わせ4人前ぐらい、だいたい10分から15分ぐらい、早くても10分ぐらいはかかりますね。なのでね、もしうちの店にいらっしゃるようなことがあったら、刺身盛り合わせ一生懸命作っておりますので、寛大な心でお待ちいただければと思います。薄作りも間もなく完成ですね。やっぱりこれもね、時間がかかるんですよね。特に同じ薄さ、大きさに切っていかないといけないので、より気を使うのでやっぱり時間かかりますよね。でもこうやって見た目にこだわって丁寧に作れるのが日本料理のいいところであり醍醐味なんでしょうね。最後は縁側を使って花びらを作り、薬味を添えて完成になります。今回は肝醤油で召し上がっていただきました。はい、それでは本日の仕込みは以上となります。ご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。おっす。